車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日は、2000cc のプリウス乗っています。今ね乗っていて、今日走行しながらのレビューになりますけれども、ボディとかね、内装とか別に撮影していますので、適正に挟んでいきます。ということでね、今日はプリウスの、乗り味全般、エンジンとか、こっちね反応しちゃうね、ヘイプリウス設定してきたので、それはいいとして、乗り味全般、エンジンとか、加速感とか、それから乗り心地、静粛性、あとハンドリングとか直進性とかね、この辺りを述べていきたいなと思います。じゃあね、どこから行きましょうかというところで、どこから行くんだったっけ？じゃあね、どこから行きましょうかといったところで、ちょっとエンジンの加速感から言ってみましょうか。今日のプリウスね、この 2000cc モデルはすごくね、いいところばっかり。かといってちょっとね苦手と感じたところも口にせざるを得ないので、やっぱりそれこそレビューですから、10個項目を挙げるとすると7個はねすごくいいところで、3個はちょっと気になるところといった感じになりますかね。全然甘口じゃないです。聞きたくないよって話もね含まれてると思いますので、とりあえずね、でも今日はもうすごくね明るくテンション高く語っていけるんじゃないかなと思います。じゃあエンジンいきますね。ちょうど今上り坂なのでちょっと踏み気味に行きますね。まずね、この車のエンジンは2000cc モデルとね 1800cc のハイブリッド比較した時に、まずエンジン単体が新しくなります。 M20A っていう、いわゆるダイナミックフォースエンジンの 2000cc 版を使った、ハイブリッドシステムで、これがね加速感にもね違いが出ています。まず一つは、今までのトヨタのハイブリッドと比べるとエンジンがねこうやってここでね踏むともわーっていくんですけれども、もわーっていかない領域でちょっとね出てくれるところが強い。でその後もわーっていくところはやっぱり THS らしい感じなんですけれども、その後ねもわーっとこうねエンジンの回転数がクッと上がっていってくれるようなね、なんかギア比がちょっと低速寄りなんじゃないかなって感じられるような感じで、そこで1個クーッと加速力を増します。でその後ねエンジンが高回転に達したところかな、スポーツモードにしてるとねもう一段こうグッと出ていくようなところがあってね、2段階的に加速をしてくれるような感じ、ここがね力強いですね。ちょっと踏んじゃっていいかな。踏むとね時速にしてって話はちょっと置いとくとして、ぐーっとね回転数がふわーって上がったと、そこで加速力をもう一段増すような感じでね、VTEC 的、昔の2ステージ VTEC っぽいって言ったらね、ちょっとそういう話になっちゃうのはちょっとあれなんで、あれの連続で話通じないですね。ホンダの話になっちゃうんでね、ちょっとそこは置いとくとして、トヨタもありましたよね。ZZR エンジン、あれなんだったっけな、セリカとかでね、あと三菱のマイディペックとかもあって、その頃のね2ステージで、カムプロファイルが切り替わるようなね車みたいな感じ。そこまでって言い過ぎですかね。でもね、そうスペック的にもね192馬力あります。システム総合で192馬力で、その下のを踏んですぐからはね、モーターとかのハイブリッドらしい電動感ある加速をしてくれて、で音はちょっと踏み始めかな、踏んでね1秒でアクセル戻しちゃったらあんまりいいところ味わえないかもしれない。でも2秒3秒と踏んでるとね、いいんじゃないのこれって思えるような加速を示してくれます。この辺りがね仙台のプリウスとか、あと現行でもねX と U っていう 1800cc のハイブリッドを搭載したグレードですと、そこと比較した時にねちょっと違いがあります。あとドライブモードにも違いがありまして、このうちのね 2000cc はエコ、ノーマル、スポーツ、それからカスタムとね4つのモードがあります。カスタムの方はね、ハンドルをスポーツかノーマルかとかと、それからエンジンがスポーツかノーマルとかと、あとエアコンの効きがねエコかどうかっていうのがね3つ選べるんですね。さすがに電子制御サスペンションではないですから足回りはいじれないんですけれども、ステアリングとねハンドルエコの方が軽いですから、あとパワーの出方というところでね調整ができます。で都合4種類のねドライブモードが用意されているといった感じになってますね。じゃあすいません、ちょっとね話キリがないんで次の話行きましょうか。
次ね、乗り心地と静粛性。まず静粛性。静粛性ね、そんなめちゃくちゃ静かというわけではないんですね。何と比べてってなんだろうな。同じぐらいの値段の車で言いますと、ノートオーラの方がね、静かだと思います。で、その代わりにこっちは19インチタイヤのタイヤを履いていて、幅は狭いので、接地面積とかはね、そんなに広くないと思うんですね。横方向は。ただ、タイヤ19インチで外形も大きいので、縦方向の接地面積は大きい。そういうこともあってか、少し聞こえてきますね。でもね、1800cc モデルと比較すると、荒っぽいゴーゴーザーザーした音ではないです。あとね、他の車と比べても、音のね、あれがいいです。特性がすごくいい。周波数特性、音ってね、一定の領域だけが出ちゃうと、ちょっとね、耳障りな音に感じやすいです。これはオーディオとかでもそうですし、ノイズ全般そうですね。あと静かとうるさいのギャップが大きすぎてもうるさいところが目立っちゃう。それと比較するとうるさく感じにくいって言った方がいいのかな。低音域、すごく低音の領域はほどほどに抑えられていて、ほどほどに出ている。でその少し上の中低域なんかもね、ほどほどで、中域もほどほどで、そこから上のね、シャーって音とかはどうだろう、全部カットされてるって言ってやっぱり嘘になりますから、ほんとね、フラットに近くて上は少し抑えられてるぐらいの感覚です。であとね、ちょっとマニアックなところで言いますと、細かいところね、ハッチテールゲートが3点でね、3点の場所で支点されてがあるような作りをしていました。ちょっとね、ご覧いただきたいのがこの部分。これがね、ハッチ側との間に挟まって、ゴムなんですね。で衝撃とかを吸収する作りになっている。でこの部分で通常のねドアキャッチだけではなくて、3点で受け止めるような形になっていますので、多分ね余計なビリビリした音とか、そうしたね衝撃微振動を吸収してくれるようなね感じになると思います。テールゲート側ですとねそこになります。一つね中央部にキャッチがあるのはね、これはもう当然ですよね、みんなそう。で両端に1箇所ずつゴムでハッチを支えるようなね、なんだろうな、その衝撃を吸収するようなねゴムが挟まれていて、多分そこは設置してると思うんですね。でこれによってハッチあたりのねビビリ音を抑えられてると、見受けられます。なんですけれども、実際はねちょっとリアシートに座るとビリビリビリって音とかがしてますかね。もうほんとね、このプリウス見かけによらずっていうか、リアシート座りやすいですし、シート座面もね、ちょっとバラしてみたら薄かったんですね。薄くて発泡スチロールが断熱材でして入ってるような作りしてるんですけれども、でもね、座ると結構いいっていうか、かなりいいかな。自分的にはね、カローラのリアシートよりよほどいいって感じられるぐらい。しかもカローラツーリングとかね、ワゴンタイプの車と比べてこっちの方がいいと思えるほどのね、リアシートをしてましたから、もったいないって言ったらもったいないんですけれどもね。ちょっとビリビリした音があって、個体差かもしれないし、そのゴムの衝撃を吸収する部分があんまりね、微振動の吸収には効いてないのかもしれないか、それがあるからこそ今のレベルで収まってるかっていったね、感じ受けます。でそんな乗り心地なんですけれども、これはもうちょっとね1800の時から言ってまして、 2000cc モデルの方は動き始めが少し抜けていて、これがね衝撃を滑らかにしてくれているというのにめちゃくちゃ効いています。サスペンションがほんのわずかにね動いていてくれる、動くのが伝わってきて、柔らかいコツコツとしてね、路面の感じはある程度伝えてくる。でいつの間にかね絨毯の上を走ってるようにいつの間にか衝撃を吸収してくれていて、ドライバーは路面の感じを全く感じないのではなくて少し感じられる。でそこがねうまく機能してくれていて、その領域もねほんの少し、大きすぎたらプカプカになっちゃうし、小さければダイレクト感強すぎてダンパー張ってるよね、突っ張ってるよねってことになっちゃいますから、そうならない絶妙なところでねその衝撃を抜いてくれていて、あと19インチタイヤのねこの重さで動くのもバランスされてるのかな。もうすごくいい。ただね特定のドカッとした角の立った段差とかマンホールの蓋がねちょっと深くえぐれてるようなとこ行くと急にねドカッて動く。この辺りがねある程度以上はねサスペンションしっかりしていて、普通乗ってたらロールとか感じないぐらいのバランスのサスペンション合成ですから、それを考えると
場所によっては乗り心地悪いとなっちゃう。あとそのね、細かくこう抜けていてこう揺れているところがピョコピョコするなって感じる方もいらっしゃるのかな。自分的にはね、抜けていて感じが伝わってきてすごくいいなと思いますけれどもね。あとダイレクト感とのバランスもすごくいいで、いろんなところがねバランスいいなと感じています。であとね、ハンドリングと直進性、まずハンドリングはねあんまりねこうどうこう言えない、自分の思い通りにちょっとねまだ乗れていないので、まだといってもねもうトータルで5日乗ってるんですけれども、どうしてもね左側の感覚、タイヤの位置がねピタッとこうギリギリまで寄って、もう全然同乗者が怖くなっちゃうほどの位置を走れるほどにはまだ走れないので、どう操作したらどう動くかというところがね、正確なことは言えない。ただね、もしねこういう道が限られたところではなくて空港みたいな広いところを走ったらどう動くかというのはね、なんとなくつかめます。そう、ここがねすごくいい、すごくいいね。1800cc と比べた時にまずね傾向は一緒です。1800cc の時は中心が固められていなくて、かつね直進性がすごくいいという話をさせていただきました。ただこの辺ねちょっと動かしますけど、プカッとしていました。うにゅっとしていてね、あんまり気持ちよくないっていうか、こうね、普通の車だよねと感じられるところがあって、ね、こっちの 2000cc モデルは中心はそんなに固められてないです。で直進性はめちゃくちゃいいです。もう手放しでもいくらでも走れちゃうぐらいでいて、この辺のね効きもねすごくいい。もうなんでしょう、この辺のバランスがねおーっとね、面白さで言ったらもっと車の反動とかね行きたい方向をハンドルに伝えてきてくれよと、PDA 切って LDA 切って、LTA も切ってね、全部切って車の反応を感じさせるように走れた方が面白い、それは事実。でも面白さとか感じなければね、これどこで止まるのかな、この先だ。面白さとかね考えなければいいんじゃないとね、多分ね単純なレベルで言ったらすごくいいと思います。で左側の感覚ねギリギリまで寄って、自分が無意識にね走行ラインをスッスッと走れるようになったら、ここで切り始めて、ここでアクセルに立ち上がってハンドルを戻してという風になってくるでしょうから、そう乗れるようになってきたらねもっとねプリウスの良さは分かると思います。ただ現時点だと、自分はね思い通りに走れることこそがスポーティーだと考えていますから、もしくはそれこそが走りやすさだと思いますから、こういうところでねもう全然走れないわけじゃないですけれども、草にギリギリホイールだけ草にするぐらい寄るとかね、それが無意識にできるようになってこそだと思いますから、それをスポーティーだと考えるとあんまりスポーティーとは言えない。でもレベルは高くて、で着座位置とかはね低く感じられます。低く感じられるけど実際はそんなに低くないので、見える景色とかもそうですね、この A ピラーとかね前の作りは特殊です。ここは特殊ですけれども、コーナー走った感じで言ったらねそこまで特別ではない。実は86とかねロードスターとか300万円クラスでもっと特殊な車ありますから、それだとね低くて乗りにくいんだよって、乗降性も悪いんだよって感じられる方がね、だったらプリウスどうですか、ついでに燃費もいいですよみたいなね感じの車かなっていったところでね、そうした感じを受けています。でネガティブなところ1個目で言いますと、それですね、左側の角が取りにくい。あとねそうねあと月並みのところかな。ドライビングポジションで自由度がちょっと低い。今自分のポジションですとハンドルの前から見た時にね、ここねスピードメーターだけ見える感じなんですね。でこの下の方は覗き込まないと見えないです。でもっとハンドル下がるので下げれば見えるんですけれども、ちょっとね運転しにくくなっちゃう。もうお腹の前にハンドル、ほんとねおへその前にホームボタンが来るような感覚になってきますから、だからそういう独特なドラポジを取れば、メーター全部見れて圧迫感もないです。今もねスピードメーター大きくてね表示大きくて見づらくはないので、細かいことを気にしなきゃ全然なんでもない。でも細かいことを気にするとそうだな、ちょっと圧迫感って言葉が一番いいのかな、ちょっとなんかチラチラなんとなく気になるといったところがね感じられる。ここが2つ目の弱点ですかね。であとはすごくいいんだけれども面白みがない。でも、トヨタの C セグメント車 B セグメント車よりこの辺りはねD セグ
D セグクラスの作りを感じますので、パワーステのもう作り回し心地とかな、JTEC とかどうとかね、パワーステの機構とかその使ってる武器の話になってきますけれども、結構ねそのあたりはトヨタの D セグと同じような感じ受けますね。で見えるところでもね、ステアリング周りとかエアコン操作部の周りはクラウンと同じようなね、近いような部品を使ってるんじゃないかっていう感じですから。でブレーキ、あと最後ブレーキの話かな。ブレーキね、止まる直前はすごく扱いやすい、もうトヨタのねハイブリッド車で最高ではないかと。で停止直前の微妙にブレーキを緩く当て続けるとか、クリープの力を殺して進み続けるとか、そういった時もねそんなに悪くないんですね。こういった時のね、コーナーに入っていく時、ここもねペダル剛性はしっかりあって、強調回生ブレーキと思えないというかね、ハイブリッドと思えないところはあります。でもねちょっとねクッと効いちゃう時があるんですよね。なんだろう、ほんと踏み方次第でクッと効いちゃう時がある。で神経使いますかね。もうちょっと滑らかに効き始めてくれると、ハッとした時にね少しブレーキ当たる時とか、同乗者に気づかれないようなブレーキが扱いやすいと思いますし、今みたいにね、ここ今ずっとブレーキ当ててますけど、緩く長く当てるようなところがね神経使わなくなっていいんじゃないかと。ですいません、あとねまだね、もう本当プリウス話し出したらキリがないというかね、例えばね本当もう実用性はそれなりです。でもねこれね、好きで惹かれちゃってしょうがないっていうのがありまして、もう乗ったら降りたくなくなっちゃうようなね。どうせお金出すんだったら、しかも300万実際買うとしたら400万ぐらい出すんだったらね、そういった車って好ましいんじゃないかな。走るだけでいいとか、人が乗れるだけでいいとかね、それもありますけれども、どうせだったらね、実際考えたらもう大金ですから、実際買うんだったらこういった車をね、ああでもないこうでもいいながら、こだわりを持って選んでね買う。そしたらきっとね短所も好きと思えるようになってくるでしょうし、乗った後ね、乗り始めた後もずっとね満足感が続くような、あと買わなくてもね、脳内で比較してねいろいろ考えてるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。ということでね、あとはまた続く動画なんかで述べていきますので、すいません、できましたらチャンネル登録とかいいねボタンよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。またよろしくお願いします。